はいつものレビューとは違ってヤマハアドベンチャーモデルのフラッグシップモデルスーパーテネレの新旧乗り比べをしてみたいと思います。このヤマハスーパーテネレに関しては細部を除いてはデザインもおおむね引き継がれており、エンジン形式、フレーム形式なども変更がないということで、新旧モデルがどのように変化したのかというのはなかなか乗り比べてみないとわからないのではないかと思います。そして先日、このヤマハスーパーテネレを国内に逆輸入車として供給しているプレストコーポレーションさんから、幸いにも旧モデルの試乗車もまだあるという連絡を受け、なかなかこういった新旧モデルの乗り比べができるというのも貴重な機会なので、今日はこのヤマハスーパーテネレの新旧モデルの乗り比べをしてみようということになりました。また今日のレビューに関してはやはり最新型が優れているというような分かりきったというかありきたりなレビューをするつもりはなく、私自身としてはできるだけフラットな立場で公平にこの2台を乗り比べてみたいと思っています。そして今日用意した試乗車ですが、まず1台が2013年モデルの XT1200Z スーパーテネレ、そしてもう1台が現行最新モデルとなっている2015年モデルの XT1200ZE スーパーテネレです。それでは早速この2台のスペック、装備、そして変更点などを映像でざっとご紹介したいと思います。いかがだったでしょうか。現行モデル、2015年モデルの XT1200ZE に関しては、電動調整式の前後サスペンションが装備されているというのが最も大きな特徴だと思いますが、それを除いてはいかに共通点が多いかということがお分かりいただけたのではないかと思います。そして今私が乗っているのは2013年モデルになるわけですが、確かこのモデルが日本国内で発表されたのは2010年のことだったと思うのですが、その時かなり早い段階でレビューをお届けしているので、それを見ていただいたという方も多いのではないでしょうか。その時も確か私のレビューではこのモデルをべた褒めしていたと思うのですが、こうして改めて乗ってみてもその時の感触というのは正しかったのではないかと感じています。まずこの2013年モデルのとてもいい点はエンジンそのものだと思います。並列2気筒エンジンというとクランクの位相、角度に関しては360度もしくは180度が一般的だと思うのですが、この XT1200Z に搭載されているエンジンの最大の特徴はクランクの位相、角度が270度に設定されていることだと思います。興味のある方はちょっと調べてみていただければと思うのですが、
同じ不等間隔燃焼となる180度クランクと比べても、この270度クランクの方が燃焼と燃焼の間隔が詰まっているところと広く空いている部分があるということで、氷に発生する駆動力、トラクションに優れるということ、そしてタイヤのグリップが豊かになるということ、さらにはドロドロとした特徴的な乗り味が楽しめるということ、これらがメリットとして挙げられると思います。そしてこの2013年モデルに関しては、そういった270度クランクの並列2気筒エンジンらしい乗り味がかなり強く表現されているということだと思います。そしてこの2013年モデルにもヤマハ D モード、いわゆるパワーモードが搭載されていて、T モード、ツーリングモードと S モード、スポーツモードの2種類が搭載されているわけですが、今私は通常走行をカバーする T モード、ツーリングモードで走行しています。今、ギアはトップギアの6速で走行していて、速度はだいたい85キロ前後、そしてエンジンの回転数は2500回転強という感じなのですが、この状態から少しスロットルを開けてみたいと思います。はい、このような感じですね。カメラで今捉えられたかどうか分かりませんが、ドロドロドロという、なんというかクルーザーのような、そういった回転フィーリングを伴いながら、かなり野生的な加速感が味わえるというか、とても楽しいエンジンフィーリングになっています。こうして高速道路を淡々と走るというのはなかなか退屈な作業でもあるわけですが、270度クランクを採用したこのエンジンであれば、わずかに開け閉めするだけで飽きずに退屈せずにクルージングできるということで、乗り味としてもこのエンジンはとても優れていると思います。そしてこのヤマハスーパーテネレのメインフレームというのは特徴的なエンジンを上から抱え込むようなバックボーンタイプのフレームとなっているわけですが、このモデルのための専用設計となっているためか、車体剛性、そして乗り心地、安定性に優れるフレームとなっています。それに伴って高速道路での直進安定性もかなり優れていて、ライダーがアクションを加えない限りはビシッとまっすぐ走ってくれるという感じで、景色を眺めながらのロングツーリングにも最適だと思います。また現行最新の2015年モデルに乗ったのは少し前のことなので、私の記憶もやや曖昧となっているのですが、2015年モデルとの比較で言えば、やや車体の立ちが強いというか、安定性重視の車体になっているような気がします。メインフレームやフロント周りの設定に大きな変更点がないとすれば、おそらくこの違いというのはタイヤが大きく影響しているのではないかと思います。この2013年モデルはメツラのツアランスを装着しており、このタイヤの乗り味というのがこのハンドリングの違いになって現れているのではないかと思います。また乗り比べることができれば誰にでも分かることだと思うのですが、この2013年モデルは市街地走行などで、例えば右左折など小さく曲がるときにはフロントがイン側に切れ込む傾向がやや強いように思われます。いずれにしてもそういったわずかな癖はあるものの、この2013年モデルというのは今現在乗っても一級品というか、とてもいいモデルだと感じられます。ヤマハ XT1200Z スーパーテネレ2013年モデルでワインディングを走り始めました。ワインディングを走って開け閉めが多くなると、より分かるのがやはりこのエンジンの楽しさだと思います。高速道路でも少しコメントしましたが、この2013年モデルのエンジンの最もいいところは270度クランクらしいフィーリングを満喫できる点だと思います。高めのギアを維持しながらそのままスロットルを開けて加速していくような時、そういった時に味わえるドロドロとした回転フィーリングとトルクフルなパワー感、これに尽きるのではないかと思います。今私は2つ搭載しているパワーモードのうち T モード、通常走行をカバーする T モードで走っているわけですが、特にこの T モードでのフィーリングがいいような気がしますね。S モードの場合は元気が良くなって、そしてスロットルレスポンスも鋭くなるので、270度クランクらしさを感じにくくなってしまうという点があるわけですが、270度クランクらしさを楽しみたいという時にはこの T モードを使うのがおすすめだと感じます。またエンジンのバイブレーションもやや強めで、このフィーリングの違いについては後ほど2015年モデルに試乗してからより詳しくコメントしたいと思いますが、とても楽しいエンジンになっていると思います。ハンドリングの違いについては高速道路で少しコメントしましたが、記憶の中の2015年モデルと比較するとやや立ちが強いような、そして低速のコーナーでは若干ですが
ステアリング周りがインに切れ込みたがる、そういった傾向が見て取れるわけですが、ただそれも気になるというほどではなくて、あくまでもこのバイクの個性という範囲にとどまっているのが好ましい点だと思います。また後ほど試乗する2015年モデルでは電動調整式の前後サスペンションが装備されているので、この足回りの違いというのがもしかしたらこの2013年モデルと2015年モデルの最も大きな違いと言えるのかもしれませんが、そうですね、ワインディングを走行している限りではこの前後の足回り、このスタンダードな足回りにおいても大きな不満は感じられません。乗り心地もよく、そしてこういった大型のアドベンチャーモデルにありがちな船に乗っているようなふわふわした感じというのは皆無で、前後の足回りはダンパーによって適度に締め上げられているという感じで、このシャキッとした足回りもなかなか好感が持てると思います。また前後のブレーキに関してはこの2013年モデルでも2015年モデル同様 ABS が前後ともに標準装備されています。またヤマハの前後連動ブレーキ、ユニファイドブレーキシステムも採用されているということで、こういった冬場のワインディング、なかなか油断ならないわけですが、安心感を持って走行することができると思います。また安心感という点については、これも高速道路で少しコメントした通り、やはりこの270度クランクがもたらすトラクションの良さとリアタイヤのグリップの良さ、これがかなり大きく効いているような気がします。またさらにこの2013年モデルにおいても YCCT、ヤマハの電子制御スロットルが搭載されているということで、スロットルの開け始めはふわっとパワーとトルクが立ち上がるという感じで、走行中の安心感の高さというのは、当然のことではありますが、このヤマハの電子制御スロットルも大きく貢献しているのではないかと思います。またトラクションコントロールも標準装備となっています。こちらはオフも含めて合計3段階に調整できるようになっていて、こうした冬場のワインディング、状況によってはスロットルをやや強めに開けただけでもリアタイヤが滑り出すということがよくあるわけで、そういった時にこういったトラクションコントロールが標準装備されているというのは、冬場のワインディングのお守り代わりとして安心感が高いのではないかと思います。こうした改めて乗ってみると、高速道路上の冒頭でもコメントした通り、この2013年モデルでも十分というぐらい実によくできたバイクだと感じます。はい、ヤマハ XT1200ZE スーパーテネレ2015年モデルでワインディングを走り始めました。やはりこの短い時間内に乗り比べてみると細かな違いもよくわかります。スペックシート上のシート高というのは2013年モデルと変わらないと書いてあるのですが、乗車感としてはやや腰高というか、ライダーが腰掛けている位置が少し高くなったような、そんな感触を覚えます。そしてこれはもう走り始めるとすぐに分かる違いなのですが、この2015年モデルの方がエンジンの回転フィーリングというのはやや軽くなっているような、これに関しては洗練された回転フィーリングということもできるでしょうし、人によっては270度クランクらしさが少し薄れてしまった、このように感じられるかもしれません。いずれにしてもこの辺りはライダーの好みによるところが大きいのだと思いますが、この2015年モデルの方がエンジンの回転フィーリングが軽くて、そして若干ですが回転上昇も鋭いような気がします。スペックシート上で最高出力、最大トルクともにわずかながら変わっているわけで、この辺りが影響している可能性もあるとは思いますが、実は2013年モデルと2015年モデルとの間にはエンジンの内部の細かな部分、そしてエキゾーストパイプの連結パイプのありなしなど、かなり数多くの部分にわたって改良、変更が加えられているんですね。そういった部分の積み重ねが明確な違いとなって現れているというのは実に興味深い点だと思います。またもう一つの明確な違いはハンドリングですね。2013年モデルは直進走行時も少しタッチが強い、そして低速走行時はコーナーのイン側にハンドルが切れ込むような、そういった傾向が感じ取れたわけですが、この2015年モデルの場合はそういった傾向というのは全く感じられません。また直進走行時のビシッとした安定性というのもややマイルドになっているという感じで、この2015年モデルの方が軽快でシャープなハンドリングになっているという印象です。一方、2013年モデルのハンドリングの良さというのは先ほども言った通り、いかにも大型のアドベンチャーモデルらしいやや手応えのある操縦フィーリング、そういったものが魅力なのだと思います。キャスター角やトレール量に変更は加えられていないということなので、この
ハンドリングの違いというのは主にサスペンションの違い、そしてタイヤの違いによるものだと思いますが、ちなみにこの2015年モデルが純正採用しているタイヤはブリヂストンのバトルウィングという銘柄になっています。これは昨今の大型のアドベンチャーモデルが続々と採用しているタイヤなのでご存知の方も多いと思いますが、やはりこのタイヤの違いというのがこのハンドリングの違いに大きく現れているのではないかと思います。そして装備面の大きな違いといえば何といってもこの XT1200ZE スーパーテネレ2015年モデルには電動調整式の前後サスペンションが装備されているということで、こうしてやや荒れたワインディングを走っているとサスペンションをソフトな方向に調整するだけでかなり走りやすく乗り心地も良くなる。一方でワインディングですからスポーティーに走りたいと感じたときはこれも手元のスイッチでダンパーを少し締め上げてやればかなりシャキッとした乗り心地になるということで、やはりワインディング走行一つとってもこの前後電動調整式のサスペンションが装備されているというのはとても大きなことだと思います。また今日は季節柄オフロード走行はできないのですが、例えば轍が深い林道に入った時などはプリロードを意図的に強くしてやるだけで、これはまたがっているとライダーも実感できるのですが、車高がかなり高くなるんですね。そういったオフロード走行においてもこの電動調整式のサスペンションはかなり大きなメリットだと思います。いずれにしても機械的な完成度としてはやはり2015年モデルの方が高いのだと思いますが、走行フィーリングでどちらが好きかと言われれば甲乙つけがたいというのが正直な感想です。今度は帰り道を利用してヤマハ XT1200ZE スーパーテネレ2015年モデルを高速道路で試乗しています。やはり高速道路上においてもエンジンの印象に大きく変わるところはありません。2015年モデルの方がエンジンの回転上昇が軽やかで、そしてシャープな印象を受けます。2013年モデルの楽しさというか良さはどちらかというと少し重々しいドロドロっとした回転感覚がとても楽しかったわけですが、この2015年モデルのエンジンはやはりシャープで軽やかな吹き上がり、そしてエンジンのノイズが少ないというか雑味が減ったようなそういった洗練された乗り味がこのエンジンの良さであるように思われます。そして今私はトップギア6速で走っていて速度は85キロ、タコメーターの針は3000回転ちょうどという感じなんですが、この状態トップギア6速をホールドしたままスロットルを大きく開けてみたいと思います。はい、こんな感じですね。270度クランクらしいドロドロっとした感覚というのは色濃く残っているわけですが、パルス感というかエンジンの鼓動感というのは2013年モデルと比較するとややマイルドになっているような気がします。エンジンのフィーリングについてざっくり言ってしまうと、味わいが強いのは2013年モデルの方だと思いますが、スポーティーな感覚というのはやはりこの2015年モデルの方が強いように感じられます。そしてハンドリングに関しても、例えばこういった車線変更、ややクイックな車線変更をしてみるとよくわかるのですが、やはりこの2015年モデルのハンドリングというのは軽快でシャープ、2013年モデルのちょっと立ちが強くて、そして低速域では少し切れ込むようなそういったフィーリングがある、そういったちょっと癖のあるというか操縦しがいがあるというか、そういったフィーリングとは異なっていて、この2015年モデルのハンドリングというのはやはりエンジンのフィーリング同様洗練されたものになっていると思います。ただこういったハンドリングというのもエンジン同様ライダーの好みによって評価は分かれるところだと思います。例えば2013年モデルのやや手応えのあるというか操縦しがいのあるハンドリング、そういったものが好きだというライダーがいても全くおかしくはないですし、やはりこの2015年モデルの洗練されたシャープで軽快なハンドリングが好きだという方がいてもそれは全く不思議ではないと思います。高速道路のクルージングではできるだけ乗り心地を良くしたいという方もいると思いますし、その一方でシャープにキビキビと走りたいと考えるライダーも多いと思います。そういった時もこの2015年型の XT1200ZE スーパーテネレであれば、この左手側のスイッチボックス、手元で
前後サスペンションの特性を自由自在に変えられるということで、やはり高速道路上においてもこの電動調整式前後サスペンションの存在はとても大きいものだと思います。はい、ということで今日はヤマハアドベンチャーモデルのフラッグシップモデルスーパーテネレの新旧モデルの乗り比べをお送りしました。できるだけフラットな感覚で2013年モデルと2015年モデルを乗り比べて、どちらが楽しいか、そういった部分にフォーカスしながら試乗してきたわけですが、機械的な完成度という意味においてはやはりこの2015年モデルの方がよくできていると言えると思いますが、ただ乗り味に関しては2013年モデルのいかにも270度クランクらしい楽しい乗り味というのもなかなか捨てがたく、とても魅力的だと感じられました。またこの動画を見ている中には前の世代のモデルを乗っていて、この現行型2015年モデルに乗り換えようか迷っている、もしくは中古車で買おうか新車で買おうか迷っている、そういった方々には、今日の私の新旧モデルの乗り比べのレビューというのは少し参考にしていただけるのではないかと思います。私が試乗経験があるスーパーテネレというのは2010年のこの形となってからの初期型モデル、そして今日乗った2013年モデル、さらには今乗っている2015年モデル、この3種類なわけですが、モデルごとに世代ごとに細かな改良を重ねながらも、このスーパーテネレというバイクは年代年式にかかわらず乗れば乗るほどいいバイク、楽しいバイクだなと感じられました。